彼らはきっと会えるだろう。そんな黒ひげが初めて登場したのは223話。そのタイトルとは、私はこの町では決して喧嘩しないと誓います。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、半月の日と D の物語です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。新天ハーレーで語られた半月の人とは何でしょうか。半月の人とは第2世界に登場した単語ですが、第3世界でも片割れ月という単語が登場しています。半月の人と片割れ月はおそらく同じような意味でしょう。そして半月片割れ月とは D を表していそうです。となると D が半月の人や片割れ月を示すならば、 D とは月の民の血を引く根血の一族なのでしょうか。いや、それは違うでしょう。 D とは白ひげ曰く血縁とは関係ありません。 D にはサウロのように巨人もいます。つまり D とは海賊旗のような印だと考えられます。そんな D という印の謎を解く鍵はやはり片割れ月の方でしょうか。なぜなら片割れ月という単語は292話のタイトルで使われているからです。アフコとは片割れ月の雲隠れ。これは飛鳥時代の歌人柿本の人麻呂の歌で、その意味とは雲に隠れた半月を片割れ月と表現して、会いたい人に会えない、ああ会いたいな、そのように会いたい人に会えないという思いを綴った歌です。それは新天ハーレーの最後の一文からもわかります。彼らはもう会えないのだ、彼らはもう会えないのだ、彼らはきっと会えるだろう。この会いたいのに会えないという物語は292話でも同じように語られています。それは400年前の開元暦1127年、そう10年以上前から僕が追いかけている考察一つなぎ、それが開元暦1127年、会いたいのに会えないという物語。そんな開元暦1127年とは1127話と対応すると考え、1127話の考察では空島編とエルバフ編は表裏一体になると考えました。こちらです。1127話の1ページ目には世界樹ユグドラシルが登場。故に1127話の語呂合わせは一つなぎだと考えます。一つなぎのダジャレも8年前の考察本で考えました。そんな8年前の考察をまとめたのがこちらの動画です。こちらの動画では400年前の開元暦1127年に島を見失った嘘つきノーランドを軸としてロジャーとの表裏一体から一つなぎについて考えました。そのノーランドが島を見失った話を見てください。島の半分がひび割れてノックアップストリームによって空へと飛んだ島は巨大な豆鶴ジャイアントジャックに突き刺さって固定されてしまうのですが、突き刺さった島の姿はまるでユグドラシル。そう、世界中ユグドラシルのよう。突き刺さった島の名は神の島アッパーヤード。ゴッドエネルが住む土地へと変貌していきます。嘘つきノーランドが求めていた大地が黄金鏡がある神の島アッパーヤード。一方、嘘つきウソップが求めていた大地が世界中ユグドラシルがあるエルバフウォーランド。はい、この他にも空島編とエルバフ編の表裏一体は色々と確認できます。空島編ではヘラジカという意味のムースが太陽の神に生贄として捧げられていました。一方、エルバフ編でもヘラジカの肉が太陽の神ニカコとルフィに捧げられていました。また空島編ジャヤでは太陽の神、雨の神、森の神、大地の神が語られています。一方、エルバフ編新天ハーレーでは太陽の神、森の神、地の神などが語られています。さらに細かい描写を見ていくと、空島編の最後ではアイサが髪を切っています。一方、エルバフ編でもロビンが髪を切っています。さらに空島編のジャヤではノーランドが髪を切っていました。とにかく空島編とエルバフ編は表裏一体。この考察はガチ当てでいいでしょう。つまり新天ハーレーを読み解くヒントは292話空島編のジャヤにある。292話ではジャヤの半分が空島へと飛んで、新たに神を名乗る侵略者が現れて月の民であるカルガラたちが戦っています。そんなカルガラの姿は以前も考えたようにまるで太陽の神ニカのようです。そしてノーランドは処刑されました。彼らはもう会えないのだ。これが400年前の話。それから時を経て月の民の子孫であるワイパーは半月を見て神との戦いを誓っています。これがおそらく
半月 D をめぐる物語のヒントでしょう。それはどんな物語なのか。続いては4年前に考えた理論、月には意味がある説、こちらを振り返りましょう。この4年前に考えた理論で僕は作中で描かれている月の形にはそれぞれ意味があると考えました。こちらです。作中で意味深に描かれる月には満月、半月、三日月と大きく分けて3つあります。この3つにはそれぞれ意味がありそうです。僕が考えるそれぞれの意味とは、満月は引き寄せる、半月は引き離す、三日月は身を潜めるです。続いて分かりやすいのは11巻95話の半月です。ここではナミが故郷から出港する前夜に半月が描かれ、翌朝ナミは野次子たちと別れて麦わらの一味となりました。半月の意味は引き離すですが、こちらはポジティブな引き離すですね。12巻107話の半月ではウイスキーピークでルフィが勘違いしてゾロと同士討ちしそうになっていました。こちらはややネガティブな引き離すです。18巻164話の半月は黄座が反乱軍としてアラバスタ王宮に攻める決意を固めた回です。つまり同士討ちですからネガティブな引き離しですね。23巻214話の半月はビビとの別れの前夜です。ポジティブな引き離すです。25巻232話の半月は夢に笑うルフィと夢を笑うベラミーとの戦いです。27巻253話の半月はシャンディアのワイパーがゴッド NL に戦いを挑むことを決意した半月です。35巻332話の半月はメリー号をめぐるルフィ対ウソップの喧嘩です。60巻589話の半月はサボと引き離されたエースとルフィの半月ですね。ついでにここではゾロとクイナの別れも暗示しているのでしょうか。77巻766話の半月は運命のミリオン島でドフラミンゴとロシナンテ兄弟が争い、ロシナンテは兄のドフラミンゴに殺され、ローとロシナンテは引き離されました。はい、この理論を考えた後も、例えば太陽の神ニカ復活シーンでは満月が描かれ、青木軸山が黒ひげ海賊団に加入する際も満月が描かれ、熊とジニーが幸せに満ちた時も満月が描かれていますから、満月イコール引き寄せる、時が満ちる、そのような意味があると捉えていいでしょう。一方半月の意味とは引き離す、別れるという意味です。これも例えば59話の扉絵ではバギー海賊団の仲間だったカバジとモージが決闘を行っています。そこでライオンのリッチーは夢を見ている。まるで新天ハーレーで怪物に挑む太陽の神ニカのような夢です。太陽の盾と剣を持ったリッチーの夢。その夢を見るリッチーと決闘を見ているのはフクロウ。それもまるでエルバフにあるフクロウの図書館を想起させる。これらのことからやはり半月を表す意味とは引き離すや別れるという意味でいいでしょう。そのように考えていくと D の物語とはノーランドやカルガラと同じく2人の D の物語なのか、その2人の D は喧嘩、つまり同士討ちしてしまったのか。 D の同士討ち、この考察も4年前に考えています。こちらです。これらのことから巨大な D の王国も800年前の開園歴727年に D の一族は同士討ちによって滅亡したと考えられます。この同士討ちというモチーフはルフィの冒険では真逆になっているのが面白いです。同士討ちの真逆は仲直りですね。以前の動画でも考えましたが、シャンクスとバギーやドリーとブロギー、ノーランドとカルガラ、空島のシャンディアとスカイピアの人々、犬嵐とネコマムシ、ロジャーとガープ、ロジャーと白ひげなど、ワンピースではいがみ合うライバルの2人は最終的には仲直りすることが提示されています。そこから考えていくと、800年前に D の一族が同士討ちによって滅んだなら、ルフィと黒ひげ2人の D は最終的に手を組んで神である天竜人に挑むような気がします。はい、800年前に D の同士討ちが起きたと考えました。同士討ちとは大げさな言い方ですが、要はノーランドとカルガラのような喧嘩、仲違いが起きたと考えられます。この2人の D の喧嘩によって世界は滅んだのかもしれない。その時半月の人は夢を見た。次の世界、第三世界ではきっと仲直りできるだろうと。そんな第三世界とは現在ルフィたちが冒険している時代のことです。となると仲直りをする2人の D とは一体誰と誰でしょうか。それはおそらくモンキー D ルフィとマーシャル D ティーチ、黒ひげか。この考察もすでに4年前に考えています。こちらです。ワンピースの作中ではいがみ合っていたライバル同士は最終的には仲良くなるという巨人ドリーとブロギーの伏線です。リトルガーデンではどっちの獲物が大きいかというしょうもない理由で巨人のドリーとブロギーは100年も決闘していましたが、ルフィが訪れた後は仲良くなりました。元天竜人のドンキーホーテロシなんて曰く D は神の天敵です。神の天敵であるルフィと黒ひげの D はいつの日か共に手を組んで戦いを挑むのかもしれません。そしてルフィが白いようで黒ひげが黒い陰ならば、この理論はありえなくはないのです。
なぜなら古代中国の思想陰陽とは陰と陽の対立ではありません。陰と陽の2つの木は相反しつつも、一方がなければもう一方も存在することができないという思想だからです。白い陽と黒い陰は2つで1つ、ワンピース。それは白いルフィの陽と黒い黒ひげの陰がいつの日か混じり合い、世界に夜明けをもたらす。2年前にも考えたように、仲直りこそがワンピースの裏テーマでもあると僕は考えます。はい、ルフィと黒ひげはいつの日か共闘して神に挑むのか。この考察が正しいならば、そのヒントはドレスローザ編です。ドレスローザ編では2人の D、ルフィとローが共闘して元天竜人、つまり元神であるドフラミンゴを倒しています。このドレスローザ編と同じように、2人の神の天敵 D、ルフィと黒ひげはいつの日か神を倒すためにやはり共闘するというのか。だからイム様はルフィと黒ひげに脅威を感じているのか。ルフィの半月 D と黒ひげの半月 D が合わさるその時、満月が完成し時が満ちる。彼らはきっと会えるだろう。おいおい、ルフィと黒ひげはもう会ってるだろう。そう思うかもしれませんが、新天ハーレーでいう会える会えないとは、おそらくお互いを分かり合えるかどうか、これを表す比喩表現だと考えます。つまり彼らはきっと会えるだろうとは、彼らはきっと分かり合えるだろうという意味。真逆の2人の D が分かり合える日が来る、それこそが D の物語、仲直りの物語だと僕は考えます。つまりルフィと黒ひげ2人の真逆の D は800年前のように喧嘩をしてはいけない。次こそは協力しなければ世界の支配者には勝てない。喧嘩をしてはいけない。そんな黒ひげが初めて登場したのは223話。そのタイトルとは、私はこの町では決して喧嘩しないと誓います。なんで喧嘩なってんだお前ら。ルフィ約束したでしょ。ルフィと黒ひげは喧嘩している場合ではない。仲直りしなければ世界に夜明けは訪れない。それこそが半月 D の物語か。ちなみに同じ223話で出会ったベラミーとルフィは後に元神であるドフラミンゴとの戦いの後で分かり合えています。そしてあの日、ジャヤでいがみ合っていたルフィとベラミーはドレスローザで友達になり、ビブルカードを受け取りました。まとめましょう。新天ハーレーで語られている半月の人や片割れ好きとは D の意志に関する言葉であり、それはノーランドやカルガラと同じように別れや仲違い、喧嘩を表す物語があると考えられます。太陽のルフィと闇の黒ひげ2人の D が共闘しなければ世界に夜明けは訪れないのではないでしょうか。それがわかる伏線はサンジです。黒足のサンジ。ルフィとサンジはここまでずっと語ってきたように完全に真逆の表裏一体キャラクター。その黒足のサンジに対してルフィは叫ぶ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。やはり白には黒が必要。それこそが陰と陽、完全なる世界、陰陽道の世界観です。つまり半月 D の物語とは仲直りの物語だと僕は考えます。以上です。考察は当たるも八卦、外れれば雷鳴八卦なのでご容赦ください。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。